目の手術は初めてです。黒目あたりに小さな穴を開け、濁った水晶体を取り除き、人工のレンズを入れます。約1年前に右目に違和感を感じ、白内障の診断を受けました。しかし、左目は何ともなく、両目で見ると生活には特に困らなかったため、1年ほど様子見しました。手術は真冬の2月にしようと思っていました。10月中頃に連休があったため、なんとなく眼科を受診したところ、先生は、進行が早い、数ヶ月も待たない方がいい、とおっしゃり、急遽11月14日に手術となりました。一般的に白内障が発症する年齢より4、50年早く、そのため症状の進行も早かったです。撮影日は手術の2日前です。地元の眼科を受診していたのですが、手術はより大きい病院を紹介されました。朝一番の手術が自分になると、当日出発では間に合わないため、手術前日から入院します。手術の2日後に、この公園で市の秋祭りがあります。目の安全を考えると、今年は行けないと思います。今日はお祭りの雰囲気を覗きに来ましたが、まだ4日も前ですので、通常運転のようです。私の白内障は約1年間で真っ白になりました。左目をつむるとこんな感じです。もともと進行が早かったのですが、手術を決めてから手術当日までの1ヶ月でさらに加速しました。物の輪郭なんてもう見えません。大まかな色の違いと影かそうでないかだけがわかる状態です。どれが机かがかろうじて分かったとしても、机の上に何があるのかは分かりませんでした。進行の早くない通常の白内障でも20年くらい放置するとこうなるのかなと思います。初期はうっすら白く見えるだけでしたが、最後の方は黄色か少し赤みがかっているように見えました。水晶体の白濁が進みきって固まり始めていたのだと思います。進行が進むほど手術が難しくなります。しかし通常はここまで進行することはないかと思います。私の場合、左目が問題むく見えており、両目で見れば生活には特に支障がありませんでした。そのため様子見期間が延びたのですが、両目がここまで進行すると自分で眼科に行くことが難しくなります。そのためもっと早い段階で治療を受けることになると思います。白内障手術の成功率は9割以上と高いそうなのですが、私は悪い意味で例外側でした。とはいえ、両目で見れば特に問題ありません。紹介先の病院へは自分一人で行きました。受付を済ませ、病室のベッドに入るまで、いつも通りの日常。シャワーも普通に浴びました。入院2日目、手術日です。私の手術は16時頃からになりました。前乗りしなくても間に合ったのですが、手術時には緊張で眼圧が上がったりするようですので、病院の雰囲気に慣れる時間があり、良かったと思います。
手術の30分くらい前に、問診と検査がありました。やはり、1ヶ月前より、さらに進んでいますね。と言われました。眼圧を測るとき、正面の緑色の光を見てください。と言われても、どこが緑なのかわかりません。C を見る検査でも、見える見えない以前に、全部真っ白で、測定不可でした。白内障が進みきっており、かなり難しい手術、とのことでした。眼内レンズは、水晶体が入っていた袋に入れます。濁った水晶体を取り除く際、この袋が破れることがあるのですが、この場合、縫い付けるタイプのレンズになるそうです。手術までの間、この説明を何度も受けました。また、手術の際の麻酔は、最近は点眼麻酔が多いそうですが、私は注射でした。手術の順番が1日の終わりの方になったのも、長くなりそうと思ったからかもしれません。いよいよ自分の番になると、トイレを済ませ、点滴を受け、手術室へ移動しました。そして、寝台に横になり、手術中動かないように固定されたり、目に麻酔を打たれたりします。これ以降は台にしっかり固定され、動けません。自分の前にも同じ状態の人が数人おり、前の人の手術が済むと台ごと移動されます。市場で運ばれるマグロの気分でした。この時、鼻が詰まりました。しかも両方。しばらく口呼吸をしていましたが、唾を飲み込むくらいの動きでも手術中は良くない。とのことで、動くことも呼吸もできず、焦りました。鼻が詰まって息ができないので、明日にしてください。と言おうか迷っているうちに、自分の番。看護師さんたちがとてもテキパキ動いているのもあり、言いそびれました。この時、無駄に長引かせないよう、流れ作業でやっているのではないか、と少し思ってしまいました。今思うと、窮屈で息も苦しくて、手術が嫌になっていたのだと思います。なされるがまま、寝台ごと手術台に移動しました。手術中は少し上に照明の丸い光が見え、また目が乾かないように定期的に点眼されます。水が張った井戸の底から地上の光を見ている感じでした。ミリ単位の手術ですので、動かさないでというのもミリ単位の話なのでしょうけど、どこが真上なのかははっきりとはわかりませんでした。ゆらゆら動く光を眺めます。鼻が詰まっているため、口で呼吸しつつ、唾を飲み込むときも目が動かないように。失敗すると失明の恐れもあり、軽くパニックになっていました。そもそも手術が始まる気配がありません。目の動きが止まるまで待っているのだろうか、と思いました。それにしても遅い、と思っていると、何やら一段落したような雰囲気。その後、看護師さんが、アイハンスですよね、と言っているのが聞こえました。目に筒状の何かが入り、筒を通してペラペラしたものが入ってくる感覚があったところで、はい、終わり、と聞こえました。そう、
私がまだ始まっていないと思っている間に終わっていました。寝台から降ろされ、車椅子に乗る際、看護師さんから、寝てたでしょう、と言われました。目が動いていなかったという意味でしょうか。自分では絶対動いているものと思っていたため、その時は看護師さんの言葉の意味がよくわかりませんでした。そもそも気疲れがすごくて、本当に無事終わったのか、不安も大きかったです。病室に帰る途中、同じ看護師さんに言われたのですが、かなり汗をかいていたらしいです。病室に戻って時計を見ると、病室を出る前から40分程度しか経っていませんでした。麻酔の時間を引くと10分程度。縫い付けではなく、予定通り終わった？術後は、前が何も見えない、がっちりした眼帯をつけていたのですが、1時間くらいすると、透明の眼帯に付け替えられました。すると、右目と左目で見えるものが全く異なります。右目が結ぶ像が右下へ大きくずれていました。ただでさえ、もっとうまく手術を受けられたのではないか、と落胆していたため、右目が完全にずれているのを見て、やはり失敗したのではないか、もう一度検査から頼むとして最後尾に回されたらどうするのか、など気が気ではありませんでした。看護師さんに、術後すぐはこういうものなのか、通常は何時間後くらいから見えるものなのか、など聞いてみましたが、はっきりした回答は返ってきません。というか、よく見えるでしょう、とあまり心配していない様子です。こんなに異様な視界なのになぜ何もしてくれないのだろう。果ては、なぜこんな目に遭わないといけないのだろう、と嫌になっていました。眠れずに病室のカーテンなど見ていると、だんだんと右目の像も整ってくるような、来ないような。メガネをかけると、見えるものの輪郭に虹色でギラギラした細い線が見えていたのを覚えています。夜勤の看護師さん以外は退勤したため、どうにもできず、とりあえず寝ることにしました。翌日は朝食より早く起きました。まだ暗いですが、病室ですので自分で電気をつけられません。カーテンレールや机、窓から見える隣の建物など、寝る前よりしっかり見えるような気がします。暗いからそんな気がするだけなのか、本当に見えているのか。少なくとも白濁はすっきり消えていました。本当に見えているのか確かめたくて、また成功したんだと薄々気づいて嬉しくなって、まだ薄暗かったですが、廊下をうろついたり、窓から外を眺めたりしていました。おそらく寝る前はまだ麻酔が残っていて、右目が十分に動いていなかったのだと思います。明るくなってから検査と問診がありました。経過は今のところ良好。視力を測ると
予定していた焦点距離より10センチほど奥ですが、焦点が合う場所では、1.2、調子が良いと1.5、出ているとのことでした。ちなみに、焦点を手前に設定しているため、遠方はあまり見えないことになっているのですが、白内障発症前から近視があった立場からすると、裸眼でここまで見えるのは久々、というのが最初の感想でした。近方はバッチリ見えますし、遠方も歩くのには十分見えます。帰りも駅まで裸眼で歩きました。眼内レンズの見え方については別動画で詳しくまとめようと思います。検査も終わり、受付で治療費を払うときには、病院の方々に感謝しかありませんでした。いつか別の手術も行うかもしれないため、手術自体に関して思ったことをいくつか。手術日決定前の検査の時は、できれば送ってもらうかバスの方がいい。検査で瞳孔を開くと、眩しくて数時間運転できないため、手術日は鼻詰まり対策をしておくこと。手術中は固定され動けず、また動いてはいけないため、トイレや鼻水、くしゃみなど万全の対策をしておくこと。できれば入院期間は長い方がいい。自分の仕事と病室のベッドに余裕があれば、1週間くらい入院させてもらった方が良い気がします。手術の傷が塞がっていないため、特に退院時はできれば迎えに来てもらった方がいい。帰路で雨が降る可能性があるため、手術前日ギリギリに髪を短めに切っておいた方がいい。術後、自宅に帰った時、シャワーの際、目に水が入らないようにしますが、コツをつかむのに少し時間がかかりました。焦点が安定するのは術後1ヶ月くらい。遠方は焦点が数センチ変わっても気にならない程度ですが、近方は数センチの変化で結構違います。先週、普通の姿勢で見えていた距離が、今週は少し前のめりでないとはっきり見えなかったりします。あと、注射麻酔の影響と思われるもの2つ。手術した方の目を中心に皮膚のバリア機能が低下。乾燥シーズンなのもあるのですが、顔が痒くなりました。化粧水や美容液を含むフェイスマスクだとヒリヒリ。薬品に頼らない保湿が必要でした。1ヶ月程度で治りました。まぶたが下がってくる。術後、視界の上の方に影があると思ったら、自分のまぶたでした。意識してまぶたを上げるようにして、2週間くらいで治りました。以上、次、手術を受けることがあれば、気をつけようと思うことでした。今回は、白内障手術の体験記でした。眼内レンズの見え方は、また別動画にしようと思います。ご視聴ありがとうございました。